こんにちは、コンテンポラリーアーティストの金井総一郎です。今回は美人画とシティポップについて話していきたいなというふうに思います。この話をするきっかけとなったのが、先日仕事で熱海に行って、熱海にあるモア美術館に行ってきました。で、そこでたまたまやってたのがリンパの日本画の展示会があって、で、僕は全然日本画について勉強したことがなかったので、リンパだとかカノハとかっていうものを実際に見るとすごい新鮮で、これが村上隆さんが言ってたカノハだ、これがリンパだとかってすごい面白かったんですよね。特にそのリンパとか浮世絵とかいろんなものがある中で、美人画に対して僕すごい興味を持って、で、なんでその美人画に興味を持ったかっていうと、その他の日本画とかよりも美人画の方が色の滲み方、色の鮮やかさとかすごい特徴的で綺麗だなっていうふうに思いました。なんか頭の中で思ったのが、これはもしかして美人画とシティポップアートっていうところに時代背景であったりとか絵の描き方であったりとかっていうところになんか共通点があるんじゃないかなっていうふうに思いました。なので今回は美人画とシティポップアートに共通点が果たしてあるのかっていうことをちょっと調査していきたいなっていうふうに思います。早速シティポップアートと美人画について話していきたいと思うんですけど、シティポップアートとはそもそもどういうことを言うのかということについて話していきたいなというふうに思います。そのために今これを映しているのはシティポップについてのウィキをアートバージョンに変えたものです。山口正人さんの YouTube から引用させていただきました。はい。早速、アートの場合、シティポップアートは現在、形骸化した浮ついたアート、現実感に欠けるなどと批判的に捉えられることもあるというふうに書いてあって、この形骸化した浮ついたアートっていうのがシティポップの特徴なのかなっていうふうに思います。特にその日本人が思う芸術というのが、芸術は人間の感情から作られるものだとか、偶然生まれる神秘的なものだっていうふうに考えている方から見ると、そのシティポップアートっていうのはアートというよりはもっとイラストだっていうふうに見られてしまうという、それがシティポップアートの特徴だなっていうふうに思います。で、その次の下の段、その点でシティポップアートはニューペインティングや抽象表現主義のように何らかのメッセージ、例えば個人的感情、反戦平和、管理社会への反発などを主張するというよりは、商業芸術としての性格を多少なりとも持っており、還元すればメッセージ性を排した純粋な視覚表現の追求の産物ということもできる。まず最初に商業芸術としての性格を多少なりとも持っておりっていうのは、ポップアートの影響がやっぱりあるのかなっていうふうに思います。商業芸術っていう今のそのテクノロジーの発達で、何枚も何枚もシルクスクリーンで作ることができるっていうところもあって、このシティポップアートっていうのは成り立っているように感じます。そして、ここで書いてあるニューペインティングや抽象表現主義のように何らかのメッセージって書いてあるんですけど、僕はその昔、シティポップっていうものを初めて知ったりとかした時って、ニューペインティングと同じ原理なのかな、同じコンセプトなのかなっていう風に思ってたんですよね。なんで僕が思ってたかっていうと、シティポップアートもニューペインティングアートもコンセプトなんていらないっていうことがコンセプトなのかなっていう風に思ってたんですけど、いろいろ調べたりとか学んでいくうちに分かったのは、これはニューペインティングが言ってた感情っていう部分すらももういらないっていうアートだなっていう風に思って、なのでそのシティポップアートっていうのは感情っていうものもコンセプトっていうものも排除した純粋な視覚表現のアートだっていうことです。こんな感じで時代背景を軽く書くと1960年にまずポップアートがあって、その次にコンセプトが大事、コンセプチュアルアートが始まり、そして1980年にコンセプトより感情というのができて、そしてその時ジェフ・クーンズであったり、その次にスーパーフラットの村上隆さんとかがあって、そして今コンセプトとか感情よりも見た目のシティポップアートっていう、こういう流れなのかなっていうふうに思います。僕はそのアンディ・ウォーホルが昔言った言葉っていうのがシティポップにも当てはまるなというふうに思いました。もしアンディ・ウォーホルの全てを知りたいのならば、私の絵と映画と私の表面だけを見てくれれば、そこに私はいます。裏側には何もありませんっていうふうに書いてあるんですけど、これと同じように表面的なアートっていうのがそのシティポップアートであったり、ポップアートというところに共通していることかなというふうに思います。なのでまとめると、見た目に重点を置いて中身を空にすること自体がコンセプトというのが今のシティポップアートの流れかなというふうに思います。
はい。ということで、ちょっと美人画について話していきたいなというふうに思います。美人画とシティポップアート、先ほどのとちょっと共通している部分があるので、それをちょっと抽出して話したいと思います。過去の封建的な女性に対する社会的認知が変化を見せ始めたことが、美人画という新しい分類が生まれたというふうに書いてあるんですけど、その働く女性が描かれていた浮世絵と街中にいるその今の若い女性っていうものを描いたシティポップアートっていうのは共通点があるように感じました。で、特にそのシティポップが流行ってきたその1980年代っていうのは女性の社会進出が始まった年でもあって、その封建的な女性に対する社会的認知がっていう部分においては共通する部分があるんじゃないかなっていうふうに感じました。はい、次はですね、ここの部分なんですけど、しかしながら美しい女性を描いた洋画は数多いが、そのテーマはほとんどの場合、神話や伝説、歴史、宗教などを主題に捉えており、19世紀以降の洋画はそうではないものが多いが、日本の美術画とは必ずしも同一視しがたいというふうに書いてあるんですけど、多分、その浮世絵は商業的に描かれるっていうことで、それこそ薄っぺらくて概念的なことよりも美しさみたいなところに重きを置いているように感じます。まあここはシティポップアートと同じで神話であったりとか伝説みたいなそのコンセプトみたいなものを重要視してないっていう部分においてはシティポップと似てるのかなっていうふうに思いました。次がその一方で美人画に描かれる対象は必ずしも女性に限らないとの考えもある。修道における和歌集や歌舞伎の女形を描いた浮世絵も美人画のうちに含める場合があるっていうふうに書いてあるんですけど、で今はその江戸時代とかと違って女性をそういう風に顔を描いちゃいけないとか、男性をそういう風に美しく描くのは変だみたいなところってないと思うんで、美談画っていうものがこれから増えていっても面白いのになっていう風には個人的にこれを見て思いました。僕の単なる持論なんですけど、シティポップアートでも美談画が出てきても全然面白いんじゃないかなっていう風には思ってます。というのは、その美談画っていうものを描いた時に一番打ちやすいカウンターだなっていう風に思いました。アートの中におけるカウンターが打ちやすいなっていう風に思ってて、まあそれはLGBT の問題であったりとか、男女平等社会だったりとか、切り口っていうのはすごいいろいろあると思うんですけど、女性がどんどんその男女平等社会みたいなものがもっともっと世の中に広まっていったりとか、それが常識的になっていった場合って、女性のコレクターっていうのも増えていくと思うんですよね。で、そうなると、今のシティポップアートで女性の絵を男性のコレクターが買うっていうのと同じように、女性が美しい男性のシティポップアートっていうのを買うっていうのもこれからあるんじゃないかなというふうには思ってます。次がですね、美人画を見る人々にとっては表情の機微や個々の際よりもモデルとなった美女がどの浮世絵師の型で表されているかということの方が重要だったためである。評判を取った方は他の浮世絵師にそっくり模倣され歌麿美人、国定美人、春信美人といった時代を代表する理想の容姿を表す方が作られていったっていう風に書いてあって、まあ共通しているところとしてそのシティポップのアートの女性に表情があまりないっていうことの共通点はあるようにも感じました。シティポップアートとかもそうなんですけど、みんな同じように見えてしまうとかっていうのもなんかここはつながりがあるようにも感じます。もちろんちゃんと見れば全部違うんですけど、ただ世間的な見方としてこれ大体同じようなイラストじゃんっていう風に見られてしまうのもなんか似てるのかなという風には思いました。あとはですね、モデルとなった美女がどの浮世絵師の型で表されているかということの方が重要だったためであるっていう風に書いてあるんですけど、浮世絵の場合すって何枚も作るわけで、シティポップアートもシルクスクリーンによってどんどん作るわけなので、型をもし転売ヤーとか偽物を作る人が手に入れてしまったりとか自分で作れてしまった場合っていうのは大量に作ることができてしまうっていうことでもあると思います。何枚もそういう風に作れるっていうところの共通点があるのかなという風には思いました。で、次がさらにそれぞれの時期の美人画を代表する絵師たちがその時代に生きる実在の美人の姿を最大限に描き出そうとして個々の表現に工夫と創作を凝らしていくリアリティの追求による表現様式の進化を辿っている側面があると指摘されているっていう風に書いてあるんですけど、シティポップアートも美人画もそうなんですけど、現実的でその場で見えてるものを絵にしてるっていう点は両方とも同じように感じました。シティポップの場合だったらスタバとか渋谷とか技術的なシーンがモチーフで、美人画であったらその街の風景であったりとかご飯を食べてる風景であったりとか、そういうところが共通してるのかなという風には思いました。
はい。ということで、今回は美人画とシティポップアートについて話させていただきました。シティポップアートと美人画の共通点を整理すると、まず一つに大衆女性や街など現実的な絵であるということ。二つ目に概念や感情よりも美しさに重きを置いているということ。そして三つ目に描かれる女性の表情があまりないということ。で、四つ目に浮世絵とシルクスクリーンによる大量生産。ここが結構似てるところなのかなっていうふうに思いました。美人画はわからないですけど、シティポップアートはその見た目に重点を置いて、その中身を空にしてるみたいな、その形骸化したアートだっていう風に言われがちなんですけど、それこそ形骸化してるっていうこと自体がシティポップアートのコンセプトなのかなっていう風に僕は思いました。あとはその美談画っていうのが、これからどんどん広がっていくんじゃないかなっていう風に思いました。今は広がるかって言われるとちょっとわからないですけど、世の中の環境がどんどん変わっていくことによって、女性がもっと絵をコレクトするようになっていた時に、美談画っていうのは今の40代の男性のコレクターと同じような感覚で買われる方っていうのは全然いるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、なおかつその今のシティポップアートっていうものがどんどん続いていったりとかすることで、新しくそのアメリカとは違うアジアで生まれた文脈っていうものがあれば、余計にその日本のマイノリティっていうのはどんどん強みを増していって、文脈的な部分とはちょっと外れた部分でもアートとして認められることっていうのは全然あるんじゃないかなっていうふうに思いました。次回はその自分の作った作品の制作動画であったりとか、あとはジャスパー・ジョーンズの作品もだんだんできてきてるので、それを YouTube にまた上げていきたいなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。